こんにちは、庄司です。今日は体幹も整えてくれる全身メンテナンスヨガをご紹介します。私も朝ごはんを食べる前によく行っているルーティンです。よかったらやってみてください。それでは早速始めていきます。まず四つん這いの姿勢を作りましょう。肩の真下に手が来るように、腰の真下に膝が来るようにセットをします。両手を前に歩かせて、まず最初に伸びをした猫のポーズでキープします。おでこ床でも構いませんし、可能であれば顎と胸を床につけます。背中や肩、心地よい伸びを感じて呼吸を繰り返しましょう。お好みで両手外側に左右に大きく広げていただいても構いません。ご自身の肩が力まないポジションを探しましょう。肩こり解消、免疫力もアップしてくれる伸びをした猫のポーズです。ラスト大きな一呼吸。それでは元の四つん這いの姿勢にゆっくりと戻ってきましょう。次の吸う息で左の手をまっすぐ前に伸ばします。吐く息で右の腕の下から通して左の肩を床に預けましょう。頭も楽に床に預けます。反対側から見るとこのような形です。余裕があれば右の手天井方向もしくは背中の後ろくるくるくると巻きつけて、余裕があれば太ももをタッチします。肩甲骨をほぐして背骨の歪みも整えてくれる針の糸通しのポーズです。大きな一呼吸。次の吸う息で右の手天井方向、吐きながら床へと下ろして、右手で床を押して元の四つん這いの姿勢に戻ります。今度反対側、吸って右の手前に伸ばします。吐きながら左の腕の下から通して右の肩と頭、床に預けましょう。お好みで左の手天井方向か背中の後ろに巻きつけます。そのままキープ、呼吸を続けましょう。左の胸をしっかりと開いた状態で、ラスト大きな一呼吸入れていきます。次の吸う息で左の手天井方向、吐きながら床へと下ろします。左手で床を押して元の四つん這いの姿勢に戻りましょう。それでは続いて肩の真下に肘を下ろします。両手はまっすぐ前に向かわせて、肘と肘が肩幅になっていることを確認します。後ろの足、つま先立ちの状態を作って膝を浮かせます。プランクの状態でそのままキープしましょう。お尻が上がりすぎたり下がりすぎないポジション。頭のてっぺんからかかとまで一直線を意識してそのままキープしましょう。体幹を整えてくれるプランクのポーズです。余裕がある方はかかとを押し出すのを意識しましょう。フレックスの状態をキープします。それではそのままラスト大きな一呼吸です。
ゆっくりと体を床へと下ろしてスフィンクスのポーズに入ります。肩の真下に肘が来ていることを確認して背骨を心地よく反らせましょう。目線はまっすぐ前を見ましょう。軽くお尻に力が入っていることを確認します。背筋の力を感じてラスト大きな一呼吸です。それでは上半身床へと下ろして脱力します。力が抜けたら両手胸の横、手で床を押して四つん這いを経由してチャイルドポーズに入ります。吐く息でお尻かかとの上に乗っけましょう。おでこは床、手はトコトコトコと前に歩かせて肩がリラックスできるところを探しましょう。力みを感じたら体優しく左右に譲って背中やお尻、自然な広がりを感じましょう。両手顔の横、お尻を持ち上げて頭のてっぺん床につけます。軽く頭頂をマッサージしたら、両手背中の後ろでキャッチ。吸う息で両手天井方向に持ち上げて、吐く息で上半身の重さを頭のてっぺんに優しく乗っけましょう。そのまましばらくキープ、呼吸を続けます。自律神経を整えてくれるうさぎのポーズ。余裕がある方は両手、手首のあたりまでぎゅっと握りしめて、肩甲骨をさらに寄せていきます。それでは両手開放、顔の横に置いておでこ床。両手まっすぐ前に伸ばしてチャイルドポーズで大きな一呼吸です。続いて四つん這いを経由してうつ伏せの姿勢を作りましょう。サイドプランクに入っていきます。ご覧になっている画面の方を向いた横向きの姿勢を作ります。床についている肘は肩の真下に来るように、両足は揃えておきます。ゆっくりと腰を床から持ち上げた状態を作ったら、上の手は腰のあたりに添えておきましょう。そのまましばらくキープをします。呼吸が浅くならないように気をつけましょう。姿勢も整えてくれるサイドプランクです。ゆっくりと体床へと下ろしましょう。反対側も行っていきましょう。先ほどと違う面が下に来るように横向きの姿勢を作ります。足も揃えたら腰を床から持ち上げましょう。準備が整ったら上の手を腰に添えてそのままキープします。お腹に力を入れて頭からかかとまで一直線を作りましょう。ラスト大きな一呼吸。ゆっくりと体床へと下ろします。楽な姿勢に戻ったら、仰向けの姿勢、寝転んだ姿勢を作りましょう。両膝を立てて、胸の前で抱えます。ガス抜きのポーズ。息を大きく吸って、吐いて両膝胸の方にぐっと近づけて、その状態をキープしながら呼吸を繰り返します。お好みで体左右に揺すって背中全体マッサージ。続いて右の足のみまっすぐ前に伸ばして、左足を胸の前で抱えましょう。片足ガス抜きのポーズです。両方の足反対方向に引っ張り合うようなイメージでキープ、呼吸を続けましょう。伸ばしている右の足、かかとを押し出して
フレックスの状態です。右の手で左の膝の外側を持って左足を右に倒します。左手は万歳、目線も左の方を見てそのままキープ、呼吸を続けましょう。骨盤の歪みを整えてくれるワニのポーズです。吐く息で左の肩、脱力しましょう。ひねっているウエストに深い呼吸を入れていきます。ゆっくりと左の足真ん中に戻ってきたら、右の足膝を立てて、右の足の膝から太ももの間に左足の外側のくるぶしを乗っけます。両手で右の膝をキャッチ。そのままキープ、呼吸を続けましょう。左のお尻、心地よい伸びを感じて、余裕があれば吐く息で抱えている右の膝、ご自身の方に近づけていきます。今度は左の足をまっすぐ前に伸ばして右の足を胸の前で抱えます。片足ガス抜きのポーズでキープ、呼吸を続けましょう。吐く息で右の足ご自身の方に近づけます。伸ばしている左の足は床から浮かないように気をつけましょう。続いて左の手で右の足の外側の膝のあたりを持って右足左に倒します。右手万歳、目線も右の方を見ましょう。そのままキープ、呼吸を続けます。吸う息で軽く背筋が伸びて、吐く息でウエストのひねりがさらに深まるようなイメージです。呼吸を繰り返しましょう。内臓のデトックスを促してくれるワニのポーズです。それでは右の足真ん中に戻ってきて、左の膝を立てて、右の足の外側のくるぶしを引っ掛けましょう。両手で左の膝を持って、吐く息でご自身の方に近づけます。コアラのポーズです。キープ、呼吸を続けて。右のお尻の心地よい伸びを感じましょう。それではゆっくりとポーズを解放して両膝を立てます。次に好きのポーズを行っていきますが、肩や首を痛めている方や生理中の方はやらないように気をつけてください。またポーズ中は首を左右に動かさないように気をつけましょう。両手で床を押すようにして足を頭の先に持っていきます。両手で背中のあたり支えていただいてもいいですし、余裕があれば両手を組んで肩甲骨をぐーっと寄せ合うようにしてキープしていただいても構いません。足先は地面につかなくても大丈夫です。もしつきそうであれば足先床につけて、かかとを押し出して膝を伸ばした状態を作りましょう。そのまま呼吸を入れていきます。むくみを取り除いてくれる好きのポーズです。ラスト大きな一呼吸。それでは両手、体の横に戻して、背骨を一本一本床に下ろしていくように上半身を床に戻していきます。
上半身が床についたら、両方の足は遠くを通るようにして床へと降りていきます。腹筋を使いながらゆっくりと下ろしていきます。完全に床へと降りたら脱力。最後に背伸びを行いましょう。両手頭の上でキャッチ、両足も軽く揃えます。吸って上下に引っ張り合って、口から吐いて脱力です。もう一度吸って上下に引っ張り合いましょう。口から吐いて脱力。ラスト1回。吸って手とかかとでぐーっと引っ張り合いましょう。口から全部吐き切ります。全身の力が抜けた状態を作れたら、最後に3回ほど深呼吸を行いましょう。両膝をゆっくりと立てて、お好きな方にパターンと倒れましょう。上の手で床を押して起き上がってきます。それでは今日これでレッスン終わります。今日もご参加いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。